あなたも幼児的な親の犠牲になってきたのであれば、親をがっかりさせないように、迷惑をかけないように、嫌われないように、ずっと自分の本心を偽っていい子でいようとしてきたんですよね。でも、もう我慢しなくていいんです。あなたは親の犠牲になるために生まれてきたのではありません。あなたはあなたの自分自身の人生を生きるために生まれてきたんです。あなたもみんなのように幸せになっていい人です。そして今からでもやり直せます。他の誰かよりあなたの心を守ること、他の誰かよりあなた自身を大切にすること、それが何よりも大切です。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。動画では説明できないことも分かりやすく書きましたので、興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。皆さんは親のことを親なのに子供みたいと感じたことはありませんか？例えば、子供より自分の欲求を優先する。それが通らないとすぐに感情的になる。自分の欲求が満たされるように怒ったり、罪悪感を持たせて子供を操作する。自分の幼児性は隠して理屈で攻めてくるので、言葉と行動が合っていない。自分の思い通りにならないと不機嫌になる。こうした特徴は幼児性を残した親の特徴です。つまり、親が依存心が強くて生きるのに必死なんです。依存心が強い親は悪い人ではないのですが、生きるのに必死なので、子供を使って自分を守ります。このような親にしがみつかれている人は、依存心が克服できないし、無力感や罪悪感を持ち、自己肯定感も低くなります。依存心が克服できなくて、自分に自信がなく、無力感があれば、親から自立ができません。それが、一人では生きられない親の無意識での願いなんです。無意識にこのような願いがある親は、子供をいつまでも利用できるように子供を成長させません。そこで、このような親にしがみつかれている人は、親の犠牲者としての人生を生き続けてしまう可能性が高いです。早く自分が置かれている状況に気がつかないと、自分の人生を失ってしまいます。そして、人生が地獄になってしまいます。ここでは病的に依存心が強い親が子供にしがみつく例を出していますが、パートナーなどでも同じです。しがみつかれたまま共依存していると自分の人生を失ってしまいます。今日はこのような病的に依存心が強い親にしがみつかれている人はどうすればいいかという話をします。1、幼児性を残した親の症状。2、子供への悪影響。3、共依存から抜けるには。4、ポイントの振り返りと補足。5、すぐにできること。このような順番で話します。幼児性を残した親の症状から考えてみましょう。幼児性を残しているとは、心が成長していないということです。つまり、小さい子供のように依存心が強く自己中心的でわがままです。子供はわがままでも親に調整されます。でも、親がわがままの場合、子供はたまったものではありません。例えば、心が未成熟で自己中心的ということは、周りに対して、ああしてこうしてがものすごく強いです。自分の欲求が強すぎるので、
相手の欲求に気が回りません。そこで子供の欲求は無視して自分の欲求だけを通そうとします。このような親も愛されて育っていない可能性が強く、悪い人ではないのですが、生きていくだけでも不安で恐怖です。そうなると子供を操作したり、子供にしがみついたり、必死になります。操作とは、自分が恥ずかしいから子供はこうするべきだ。自分が不安だから子供はこうするべきだ。このようなことも操作ですが、そもそもこのような親は、親自身が自己肯定感が低くて、親自身がものすごく不安なんです。子供にしたら、過剰に恥ずかしがられたり、過剰に心配されるということです。子供が、そんなことにまで口出ししないでくれよと思っているようなことまで、ああしなさい、こうしなさい、あれはダメ、これはダメ、お母さんの言うことを聞いてればいいんだ、なんでこうしないんだとなります。このように心が未成熟で不安で恐怖が強い親は子供を自由にできません。所有します。自分のことだけで精一杯ということです。なので、子供の気持ちを汲んであげることはできません。子供を一人の感情を持った人間として扱えません。むしろ、子供のやることや言うことは自分を不安にさせるので子供を批判します。さらに感情のコントロールができなくてイライラを子供にぶつけるかもしれません。このような心が未成熟な親は他にも、あなたがいないと私ダメなのなどとストレートに子供に甘える親もいますが、数としては間接的に甘える親の方が多いように思います。間接的とは、無言の圧力で子供を操作しようとするようなことです。心が未成熟で依存心が強い親は、わざと顔に出したり、ため息をついたり、などの無言の圧力で操作するのが得意です。また、無言の圧力の操作だけではなく、道徳や常識を利用した心の操作をするかもしれません。このような人は自分のやっていることや自分自身に自信がないので、本心は言えないんです。そこで本当の感情や本心は隠して、正しさや道徳や常識などにすり替えて間接的に自分の欲求を通そうとしています。そしてもう一つ、このような間接的なひねくれた手法を使う人の特徴は、相手が自分に従わない場合、相手に罪悪感を感じさせて自分に従わせようとします。例を出してみましょう。子供の服装や髪型が自分の常識と合っていないと、そんな格好してないでもっとちゃんとした格好しなさい。あなたのためを思って言ってるのよ。このように、この歪んだ手法を使う親は、本当は自分が近所の人の目を気にしすぎて自分が恥ずかしいだけなのに、あなたのためと言います。子供が恋人と付き合いだしたら、その人本当に大丈夫なの？私は心配してるの。あなたが傷つかないようにと思っているだけだよ。このように言うかもしれません。これは本当は自分が不安で耐えられないんだけど、自分の不安をあなたが心配ということにすり替えています。部屋が散らかっていたら、なんでこんなに散らかってんの？いつも言ってるでしょ。あなたのために言ってるんだよ。将来困るのはあなただからね。このように言うかもしれません。
この歪んだ手法を使う親のこれは、本当は怒りや不快があるんです。でも、お母さんは不快です。と本心は言いません。あなたのことが心配だから言ってるのよ。あるいは、あなたのせいでみんな困っています。と間接的に自分の欲求を満たそうとしてきます。いくつか出しましたが、どれも子供を操作しようとしています。でも自分のやっていること、言っていることに自信がないから、正しさとか道徳とか心配などの建前が必要になります。自信がある人なら、こういうふうにされるのは嫌いだからこうしないでほしいと言えますが、もしかしたらこの親も小さい頃に自分の本心を出したら強く否定されているなどの経験があるのかもしれません。そこで、お母さんが不安だからこうしないでくれとは言わずに、私は正しい、あなたは間違っている。だからこうしなさいというスタンスを取ります。そして正しさとか道徳とか心配などの建前を使うと、一見正しいので強く言えます。そこで正しいことを強く言ってきます。そして心が未成熟で依存心が強い親のもう一つの特徴は、子供の心が成長すると冷たい子になってしまったと感じます。つまりすでに説明したように、ああしてこうしてが強いです。そして不安です。そこで子供を操作したり、必死に子供にしがみついています。でもその子供の心が成長するということは、親から自立するということです。今まで不安や寂しさから子供にしがみついていたのに、子供にしがみつけなくなるんです。そして自分のことだけに必死なので、子供側から事態を見ることができません。だから子供が成長できてよかったとは感じられません。冷たい子になってしまったと感じます。では、このような幼児性を残した親に操作されたり、しがみつかれながら育ってきた子供に出るであろう悪影響について考えてみましょう。人間関係の問題と個人的な問題とに分けて考えてみます。まずは人間関係の問題です。心は十分に愛されて成長するので、このような親に取り込まれてしまった人は心が成長できません。そこで子供も心が未成熟の親と同じような症状を持ちやすいです。例えば、親が子供との境界を無視して子供を所有物化していたように、子供も他人との境界線が曖昧になるかもしれません。なので、自分の欲求を満たすために、なんでこうしてくれないんだと怒ったり、いろいろな方法を使って相手をコントロールしようとするかもしれません。相手をコントロールばかりするかと思えば、逆に誰かが怒っていると自分が悪いような気がするなどのように、他人の感情に巻き込まれたり、他人に対して過剰に気を使うようになるかもしれません。つまり依存心が強すぎる人は支配か服従なんです。これをもう少し掘り下げてみましょう。親の心理的安定に役立たなければ親に責められていたのだから、人に迷惑をかけることへの過剰な恐怖を持ったり、人が怖くなるかもしれません。さらに正しいことや道徳や
常識を強く言われて育っているので、自分のしたいことよりも規範意識に縛られる人になるかもしれません。つまり自分がしたいことをしようとすると、親にそれは間違っている、それは悪いことなどと刷り込まれているので、こうしたいんだけど、そんなこと言ったら変な人と思われる。こうしたいけど、誰かが嫌がるからやめよう。など、周りの顔色ばかりを気にして生きていくようになりがちです。そして、このように本音を隠して振りで生きていくと、自分は本当はどう思っているのかがわからなくなるし、自分を弱く感じ、自分に自信がなくなります。そこで、なおさら本音が出せなくなります。また、都合のいい子になるように、無言の圧力や間接的に操作されていたということは、親に対して、それは嫌だ、などと言える環境ではなかったということです。だから自己主張の練習ができていません。そこで大人になっても、それは嫌だと言えずに、周りに服従しながら生きていくかもしれません。笑顔で大丈夫と言うけど、心は泣いているというような生き方です。つまり、他人の要求にすぐ巻き込まれる。人の機嫌や空気に敏感すぎる。断れない、線引きできない。このような弱い生き方になってしまいます。そして、偏った生き方はどこかにしわ寄せがいきますので、そのイライラや憎しみやストレスは弱いところへ向かいます。このようなことから人間関係のパターンが強い人には服従し、弱い人には支配するという支配服従の関係になりがちです。そしてこのような人が自分より弱い人を支配するときは、やはり本音が出せません。親から学んだ正しさや理屈やあなたのためを前面に出して相手をコントロールしようとします。次に個人的な問題です。個人的な問題は罪悪感や無力感や依存心が強くなりがちです。親が激しく強い自分の欲求を何が何でも通すために、それも本心を隠して通すために、正しさ、道徳、心配などを強く主張して、あなたのせいで私はこうなっていると暗に子供を操作していました。ということは、このような親に絡みつかれた子供は、自分の意見が採用されて、自分は状況を動かす力があるというような自信を感じられる体験がなかったということです。また、正しいことや理屈で責められているのだから、親が怒っていれば自分が悪いとしか思えません。これだと、ありのままの自分で価値があるとは思えないし、周りからの批判や拒否の恐怖が強くなるし、何かあればすぐに強い罪悪感や自己否定感を持ちやすくなります。そして自信がなく自分には状況を動かす力がないと感じていれば、自分で決めるのが怖くなったり、親に報告しないと不安だったりします。こうなると、どんどん自分を弱く感じるようになり、依存心を強めてしまいます。さらに、親の症状のところで、不安から子供にしがみついている親は、子供の心が成長すると、子供は冷たくなったと感じると言いましたが、
親が無意識で感じていることはきちんと子供に伝わります。そこで子供も多くの場合は無意識のレベルで親離れをしてはいけないように感じます。親から離れることに罪悪感を感じます。つまり子供も依存心が強い。親も無意識のレベルでは子供に自立してほしくない。こうなると子供は親から自立ができません。今、無意識のレベルでは子供に自立してほしくないと言いましたが、言葉では自立できない子供に対して困ったねと言うかもしれません。これも親の症状で話したことと同じです。本心は隠して正しさとか心配を強調してきます。悪意があって意識的にしているのではなくて、小さい頃に身につけた生き延びるためのスキルです。なので、いろいろな場面で言葉ではいい人のふりをしながら、無意識では真逆のことを強く要求しているというようなことがあります。では、共依存から抜け出すにはどうすればいいかという話です。もちろん持って生まれた気質や状況なども一人ずつ違うので、全ての人に当てはまるわけではありませんが、このような親だと子供は依存心が強い親に依存し続ける可能性が高くなります。でも、アダルトチルドレンが生きやすくなるためには、一人で生きられる心理的な強さを持つことも必要です。共依存から抜け出すことが必要です。とはいえ、いろいろな人がいますので、例えば病気で今は一人では生きられないという人へのアドバイスではありません。健康でも依存心が強すぎて、自立はどうせ無理と感じてしまう人へのアドバイスです。依存対象は親に限らずですが、誰かに依存していると、人は依存している人には怒りをぶつけられないので、依存心が強ければ強いほど憎しみを抑圧します。この憎しみが心や体を蝕んだり、人間関係に悪影響を及ぼしたり、心を徐々に悪化させています。この徐々にというのがポイントなんです。目に見えて一気に悪くなれば、これはまずいと気づけますよね。でも少しずつだから、本人にはその深刻さが伝わりにくいんです。これは低温やけどみたいなもんです。使い捨てカイロには必ず低温やけど注意と書いてあります。使い捨てカイロはほんのり熱いけど、でも我慢できてしまうレベルです。そのまま触れていると気づいた時には皮膚の奥の方までダメージを受けていて、治るのにも時間がかかるそうです。心も同じです。病的に依存心が強い親のそばに居続けることで、知らず知らずのうちに自分の思考が歪み、自己肯定感が奪われ、無力感や罪悪感でいっぱいになり、感情表現も行動もできなくなっていきます。でもその変化はゆっくりで目立たないから、変わり始めは気づきません。いつの間にか自分をすり減らしていってしまいます。そして気づいた時には骨抜きにされているということがあります。大切なのは、これは低温やけどかもしれないと気づくことです。親を憎む必要はありません。でも自分を守るために親の支配から距離を置く必要があるんです。では、ずっと依存心が強い親にしがみつかれていたために、
心や自信が育たずに依存心や無力感や罪悪感が強くなってしまった人がどうすれば依存的な親から距離を取れるのかということですが、いきなり完全に距離を取る必要はありません。例えばまずは親の幼児性に気づくことです。親の幼児性に気づくだけでも親と少し距離が取れます。こうやって段階を追って今の自分にできるところまで少しずつ進んでいくことがすごく大切です。人は叩かれたとか放置されたとかはすぐに気づきますが、正しさとか心配などを前面に出されて操作されていたということにはなかなか気づきません。依存心が強い間は無意識で依存を続けられるようにするので、依存相手を悪く解釈できません。親の幼児性を心配してくれていたんだと解釈します。もちろん心配する親のすべてが幼児性を残しているというわけではありません。本当に愛情から心配する親も多いです。でも、ここまで話してきたように、正しさとか道徳とかの影に隠しながら自分の幼児性を出してくる親は依存心がかなり強い親です。そのような親であれば、親は幼児性を残していると理解し、おかしいのは私じゃなくて親の方だった。今までは親の犠牲になっていた。と、冷静に事実を見つめ直す必要があります。かつて親が自分の自己中心的な欲求を通すために正しさ、道徳、心配などを強く主張して、あなたは間違ったことをしている。あなたのせいで私はこうなっている。と罪悪感を持たせたけれど、その時に自分は決して悪いことをしようとしていたのではないということに気づきましょう。親も心が成長していなくて不安で恐怖で子供にしがみつくしかなかったということに気づきましょう。2段階目は境界線を引いてもうこれ以上親の操作に巻き込まれないようにしましょう。親が不安になってもイライラしてもそれは親の問題であってこちらとは関係がないことです。幼児性の強い親が絡んできてもまた始まったなと一歩引いて親の上からものを見る練習をしてみてください。また幼児的な親のあなたのためを真に受けて操作されないようにしましょう。依存的な親ほどあなたのために言ってるの、心配してるのと言います。でも幼児性を強く残している親のあなたのためにという言葉は必ずしも愛情からのものとは限りません。相手の言葉を鵜呑みにするのではなくて、本当に私のためなのかなと自分で考えてみてください。3段階目は自己肯定感を育て本当の自分で生きましょう。アダルトチルドレンを克服するためには、あなたが直してくださいねという受動的な姿勢では無理です。親や誰かの言いなりになっていては無理です。自分の人生に当事者意識を持って主体的に取り組むマインドが必要です。そのためには親の価値観で生きるのではなくて自分の価値観で生きる必要があります。本当は嫌なのに親が望むからといって自分の気持ちを後回しにしていませんか？その度にあなたの心は踏みつぶされています。
自分の気持ちを優先にしましょう。まずは小さなことからでいいので、例えば、今は話したくないから電話に出ない。親の意見より自分の内なる声を信じてみる。このような小さなことから自分を取り戻していきましょう。そのためには自分はどうしたいのかを意識することが必要です。そして自分で決める経験を重ねて自信を育てましょう。このように言われても怖いと思います。実際に今までの人生でこのようなことをしようとしたら怒られたり責められたり不機嫌になられたりしているからです。そこでいつの間にか自分でも自分のことを俺は意見を言える立場ではない。私は自分のしたいことをしたら嫌われる。このような感じ方をするようになってしまっています。この姿勢でビクビクしていると相手に一段低く見られてしまいます。だからビクビクしながら意見を言っても本当に却下されることが多いです。でも自分が心の底から自分だって意見を言っていい存在だし、自分のしたいことをする権利があると思えれば、それだけで目に見えない強さが出てきます。そして不思議なことに、この目に見えない強さで周りはこちらを見る目が変わります。他の人と同じように対等に扱ってくれやすくなります。それでも対等に扱ってくれないような人はこちらから離れるべき人です。4段階目は少し距離を取るです。一緒に暮らしているけど今は離れられないのであれば、家の中でも離れる時間を増やしましょう。すぐに自分の部屋に行くとか、外出する回数を増やすなどです。このように少し距離を取りましょう。そして5段階目は物理的に距離を取るです。依存心が強い親にしがみつかれてきた人は、一人暮らしなどの物理的距離を取るのはかなり有効です。最終的にはここを目指しましょう。親が嫌だからといって、無理やり他に依存できる人を見つけて家を出ても、自分の依存性を克服していなければ、親の代わりにパートナーに依存してまた同じことを繰り返します。だから自分を育てるということがとても大切です。そして親と物理的に距離を取ったら連絡の頻度を下げる、必要以上の報告を避けるなど心理的な距離も取っていくことが大切です。離れて暮らしていてもいちいち何かがあるたびに親に報告していたり、親の意見や顔色を伺っていては依存しているのと同じことです。距離を取るのと縁を切るのとは違います。親の毒レベルはみんな違うので、正解は一人一人違います。人によっては縁を切らないとならない方もいると思いますが、この動画で想定している親は、悪意のある悪い親というより、どうしても子供を犠牲にしてしまう困った親です。なので、ここで推奨している距離を取るというのは、関係を断つのではなくて、自分の心を守れる距離感を探すという目的です。自分を守るために離れることはわがままではありません。これは裏切りではなくて自立です。罪悪感を感じても、それは親が植え付けたものだと気づく必要があります。親の犠牲になる人生はあなたの人生ではありません。あなたの人生は親の期待に応える人生ではなく、自分の本心に従って自己実現的に生きる人生です。
心の低温やけどは気づけば治せます。でも放っておくと、どんどん心は弱っていきます。自分を取り戻すために、少しずつ自分の足で歩き出しましょう。自分の足で歩き出すことで強さが戻ってきます。では、ポイントを振り返りながら補足します。本来、親というのは、子供にとって安心できる存在、安全基地であるべきです。でも、親が心が成長できていなくて、幼児性を残していると、子供をサポートするどころか、逆に子供を利用したり操作したりしてしまいます。病的に依存心が強く幼児性を残している親は、小さい子供のように自分の欲求が激しく強いです。そして自分がしていることや言っていることに自信がありません。もう一つ、依存心が強いので、いい人と思ってもらう心理的必要性も強いです。そこでいろいろ操作をします。例えば、今大好きなドラマを見ているの。あなたが騒ぐとテレビの音が聞こえなくて私が困る。というのではなくて、あなたが騒ぐと他の人たちの迷惑になります。というような言い方を好みます。また、子供がしてほしくないことをしたときに、そういう行動はお母さん嫌いです。とは言わずに、正しさとか道徳とか心配などという建前を使って、あなたは悪いことをしているということで操作しようとします。自分が自己中心的なのに、自分はちゃんとしているということにして、さらに自分はこうしてほしいですとストレートに言わずに、自分の激しい欲求を必死に通してくるのだから、操作するためには相手に過度な罪悪感を持たせる必要があります。これは本当はそれなりにちゃんとしている子供が、あなたはものすごくおかしいということにされるということです。子供に悪影響が出て当たり前です。こうなると子供は親の役に立たなくては、自分の欲求は捨てていい子でいなければと、自分を抑え親に気を使い続けるようになる可能性が高くなります。このような家庭で育つと、大人になった後も依存心や罪悪感や無力感が強くなる。人との間の境界線がわからない。他人の欲求を満たさないと責められるという恐怖ができる。人が怖くなったり、規範意識が過剰になり、自分の本心で生きられない。このような傾向が出てくることがあります。でもこれは、あなたが悪いのではなく、親が子供だったんです。次にどうすればいいのかということですが、病的に依存心が強い親は子供を必要としているので、無意識で子供を成長させません。だから依存心が強い親のもとに残れば残るほど心は病んでいきます。でも愛情をもらえていない人ほど依存心が強いので、自立しようとしない傾向があります。自立が遅れると少しずつダメージを蓄積していきます。命に関わるような何かに出くわすと、1回で PTSD になることがありますが、これは衝撃が大きいので、その場ですぐに気づきます。でも、命に関わるほど大きなことではなくても、長期間にわたって逃れられない状況でダメージを受け続けると、深刻な影響が出ることがあります。これを複雑性 PTSD と言いますが、アダルトチルドレンは複雑性 PTSD の人も多いように思います。
つまり幼少期からトラウマを受け続けているということです。これ以上トラウマを大きくしないために、そして自分の人生を取り戻すために自立が必要です。幼児的な親を完璧な人間と思うと、自分が悪いんだと錯覚してしまいます。幼児的な親の人生に巻き込まれ続け、自分の人生を生きられないのは嫌だと心から思えれば、親が張り巡らせた見えない雲の糸から抜け出す道が見えてきます。まずは、親は未熟だったと認めることです。完璧な親などいないので、親を憎む必要も責める必要もありません。でも、事実として親が未熟だったのであれば、親は心が十分に成熟した大人ではなかったということを認識することが最初の一歩です。これだけでも親との間に少し距離が取れます。次に、親との間に境界線を引くことも大切です。これ以上自分の領域に親に入られるのをやめましょう。そして自分の感情や欲求を大切にすることも大切です。そうすることによって自己肯定感も高まっていきます。本当はどうしたかったのか、どんな言葉をかけて欲しかったのか、自分の内側に目を向けて少しずつ本当の自分を取り戻していきましょう。そして心の中の小さい自分に、親の役に立つ必要はないんだよと言ってあげてください。あなたも幼児的な親の犠牲になってきたのであれば、親をがっかりさせないように、迷惑をかけないように、嫌われないように、ずっと自分の本心を偽っていい子でいようとしてきたんですよね。でも、もう我慢しなくていいんです。あなたは親の犠牲になるために生まれてきたのではありません。あなたはあなた自身の人生を生きるために生まれてきたんです。あなたもみんなのように幸せになっていい人です。そして今からでもやり直せます。他の誰かよりあなたの心を守ること、他の誰かよりあなた自身を大切にすること、それが何よりも大切です。怖くてもいい、不安でもいい、少しずつでいいんです。ゆっくりでいいので、自分の人生を歩き始めましょう。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、本当は嫌だノートを書いてみようです。過去を振り返って本当は嫌だったのに我慢したこと、親または他の誰かのために不本意ながら犠牲になったことをノートに書いてみましょう。依存心が強い人はそれを抑圧して周りに服従していることがあります。もしよかったら自分の感情に敏感になるために、私は嫌だと感じられるようになる練習のために、本当は嫌だノートを書いてみてください。自分の本当の感情が戻ってくると、自分の人生を生きたいという感覚が少しずつ育っていきます。病的に依存心が強い親にしがみつかれていた人は、依存心を克服することがとても大切です。アダルト・チルドレンの依存心治し方という動画や、依存心が強い親の特徴などの動画も参考にしてください。その他にも参考になる動画や再生リストを動画のすぐ下の概要欄に貼っておきます。
いつも応援してくださる方々、本当にありがとうございます。今後もアダルトチルドレンが少しでも生きやすくなるための動画を全力で配信していきますので、応援してくださる方、仲間になってくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。あなたの回復と成長を心から応援しています。最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。